こんにちは、オズ D です。今回は素材すべてがエメラルドに交易できる優秀なウサギ素材回収装置の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやハーフなどは燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。繁殖用の素材には人参を持っていない場合は、タンポポでも代用が可能ですのでご用意ください。アイテム数には数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦4マス×横3マスの範囲で作成します。まず最初にチェストを1つ設置しておきます。チェストの背面に接続するように、しゃがみながらホッパーを2つ設置します。ホッパーの横部分に高さ5段で、ブロックを設置しておきます。ホッパーに隣接する位置すべてに、同じように高さ5段でブロックを設置していきます。正面側の両サイドのこの部分を、それぞれ1マス分壊しておきます。今壊した箇所にこの向きになるようにして、砥石をそれぞれに設置しておきます。ホッパーの上にしゃがみながら、ハーフブロックを2つ設置しておきます。ハーフブロックの上のマスに、フェンスを2つ設置しておきます。チェストの上にしゃがみながら、ガラスブロックを4つ設置しておきます。一番上のマスにウサギが落ちやすいように、トラップドアを立てて設置しておきます。どこでも良いのでウサギを誘導するための階段を、仮ブロックを設置して作っておきます。そうしたら捕獲していたウサギたちを、餌で誘導したりリードで引っ張ったりして、先ほどの階段を登って上まで連れて行き、中にある程度の数のウサギを入れていきます。ウサギを入れ終えたら餌を与えて、ウサギたちを繁殖させていきましょう。生まれた子供たちは大きさ的に下に落ちるので、あとはそのまま成長を待っておくか、この隙間部分から餌を与えて、強制的に大人に成長させましょう。繁殖や成長させるための餌には人参ではなく、タンポポでも OK なので用意しやすい方を使いましょう。タンポポはその辺にもありますが、大量に欲しい場合は、こちらの動画を参考にしていただけると大丈夫です。ウサギを入れたら必要ないので、仮ブロックは壊しておきましょう。あとは餌をあげる際に登れるように、後ろのこの部分にはしごを設置しておきます。ウサギたちが成長したらドロップ増加などのついた剣などを使って、ウサギたちを倒していきましょう。子供のウサギは倒しても、何もドロップしないので必ず成長するまで待つようにしましょう。あとは正面のチェストの中から、ドロップしたアイテムを回収してあげます。またウサギのドロップする素材は、村人たちとの交易でエメラルドに交換できます。生のウサギ肉は燻製機で収縮させた。肉屋と交易すればエメラルドに交換できます。ウサギの足は醸造台で収縮させた。生殖者のレベルを3に上げることで、エメラルドと交換してくれるようになります。あとウサギの皮は大釜で収縮させた。皮細工師のレベルを3まで上げることによって、こちらもエメラルドと交換してくれるようになります。またウサギの足は醸造台を使って、跳躍のポーションを作ることもできます。こんな感じで食料やエメラルド、ポーション作成にも利用できるので、ウサギの素材たちは結構使い道のある素材になります。ぜひ必要に応じて作ってみてくださいね。いかがでしたでしょうか？今回はドロップした素材を余すことなく使える、ウサギを繁殖して倒すだけの簡単な作業の、ウサギ素材回収装置の作り方のご紹介でした。ウサギを搬入するのが少し面倒ですが、それ以外は簡単に作れる装置なので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。
また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫